古来から東アジアでは中国王朝を中心とした秩序が出来上がっていました。周りの国々が皇帝に対して貢ぎ物を持っていき、その見返りとして皇帝はその国のリーダーの統治を認めるという秩序です。この秩序のことを冊封体制と言います。しかしそこにやってきたのが西洋の国々でした。西洋の秩序は互いに平等な立場で条約を結ぶという秩序だったので、全く違うルールで生活していたのです。この秩序のことを条約体制と言います。こうして冊封体制と条約体制がぶつかり合うようになっていくと、これに敏感に反応したのが日本でした。日本はアジアの中でもいち早く冊封体制から脱却して西洋化、条約体制に従って行動するようになります。この時の中国は清という国です。つまり日本が西洋化したことで、東アジアには冊封体制の清と条約体制の日本が共存することになりました。するとそのちょうど中間にある朝鮮が問題となってきます。日本としては条約体制になってほしいし、清としては冊封体制のままでいてほしい。こうして日本と清は対立し戦争となります。これが日清戦争です。この戦争に勝利したのは日本。朝鮮は清から独立し、名前を大韓帝国と変え、自分たちの手で西洋化を目指していきます。しかし次はロシアが登場し、日本とロシアが大韓帝国の支配をめぐって対立するようになりました。これが日露戦争です。この戦争に勝利したのは日本。こうして日本は韓国を併合して大陸に進出することになりました。この日露戦争での日本の勝利は世界に大きな衝撃を与えます。当時のアジアには西洋の植民地として自治権を失った国がたくさんありました。そんな中でアジアの国である日本がヨーロッパの国であるロシアに勝ったので、アジアの国々は自信を取り戻していったのです。こうしてアジアの指導者たちは日本の勝利を見て大きく励まされ、東アジアからたくさんの留学生が日本にやってきます。我々も日本をお手本に強くなろう、そう考えたのです。その中の一人が今回の動画の主人公、孫文でした。孫文が生まれたのはマカオの近くの小さな村でした。この頃のマカオはポルトガルの植民地だったので、幼い頃から孫文はヨーロッパの刺激を受けながら育っていたのです。その後孫文はハワイで学問に励むなどして国際性を備えた視野の広さを持つようになっていきました。そのような影響もあり、いつしか孫文は今の清はダメだ、清を打倒する革命を起こそう、共和制の国を作ろうと考えるようになります。しかし孫文の革命計画は清側に気づかれてしまい失敗。最終的には指名手配となり、世界中を飛び回りながら革命運動を続けていくことになったのです。そんな孫文が日本にやってきます。当時の日本には約8000人もの新国人留学生がやってきており、日露戦争での日本の勝利に刺激を受けていました。なので孫文の来日を受けて東京で歓迎会を開き、孫文を総理とする中国同盟会が結成されます。これ以降、この中国同盟会が清朝打倒を目指す革命を指導していくことになります。この中国同盟会の方針として採用されたのが三民主義です。三民主義というのは民族主義、民権主義、民政主義の3つからなる中国革命の基本理念です。最初の民族主義は民族の独立を唱えたもの、次の民権主義は民権の伸長を唱えたもの、最後の民政主義は民政の安定を唱えたものです。これらの3原則にのっとって孫文は革命を目指していきます。さて、孫文たちが海外で革命運動をしている間、清も何もしていなかったわけではありません。この頃の清の皇帝は高所帝。しかし実権を握っていたのは叔母の西太后という状況でした。この西太后はわずか2年前に近代化改革を挫折に追い込んだ張本人だったのですが、今度は自らの手で近代化改革に乗り出します。こうして清は大日本帝国憲法を参考にしながら立憲君主制の国づくりを始めていきます。ここで登場するのが遠征外です。遠征外というのは誰かというと、日清戦争を戦った軍人である李鴻章、その部下にあたる人物です。李鴻章の没落後、その後を継いだ遠征外は清の近代化の中で軍事部門を担当し、清朝政府最大の実力者にのし上がることに成功しました。その後、遠征外は軍人たちからの人気を得ていき、強大な軍事力を配下に収めることになります。しかしそんな清で情勢が大きく変わる出来事が起こります。高所帝と西太后が相次いで亡くなったのです。こうして進められていた清の近代化は挫折。
高所帝の甥にあたる溥儀が即位して宣統帝となりました。しかし当時の宣統帝は3歳、政治を行うことはできません。ということで父親が摂政となり、親子で政治を行っていくことになりました。宣統帝親子がまず直面した問題は、強大な権力を握った遠征外をどうするかという問題でした。いろいろと問題はあったようですが、結局足の病気を理由として遠征外を帰郷させ、以後遠征外は失意の日々を過ごしていきます。しかしこれで問題がなくなったわけではありません。この頃の清の財政は悪化していました。日清戦争と北辰事変の賠償金や近代化のための改革でお金を使いすぎていたのです。そんな時に宣統帝親子は全国各地への鉄道網を整備しようと考えて、強引に民間の鉄道会社を接収します。これが民衆の怒りを買いました。これらの鉄道は一時期は外国に奪われていたものであり、民衆が努力の末取り返したばかりのものだったのです。こうして各地で鉄道国有化反対運動が始まっていき、鉄道を守れをスローガンに清に対抗していきます。しかし清はこれを武力で弾圧。もはや民衆の怒りは爆発寸前でした。そんな時に起きたのが武昌蜂起です。武昌というのは中国の土地の名前で、そこにあった革命軍のアジトで製造していた爆弾が突然爆発してしまったのでした。騒ぎを聞きつけた警察が出動したことで、なし崩し的に革命軍が蜂起、武昌城を襲って清に反旗を翻します。この蜂起が成功し、翌日には革命軍が武漢周辺を占領、清からの独立を宣言しました。辛亥革命の始まりです。これに倣って中国各地で独立する地域が続出していきます。こうなると北京の清朝政府は大変です。続々と届く独立の報告を受け、宣統帝親子はなすすべもありません。革命軍を鎮圧するためには遠征外の力が必要だ、そう考えた宣統帝親子は遠征外を再び起用するしかありませんでした。こうして遠征外が内閣総理大臣に就任。しかし遠征外はあまり積極的に革命を鎮圧しようとはせず、その軍事力を背景に南の革命軍と北の清朝の双方にプレッシャーを与えながら革命軍との妥協の道を探り始めます。一方革命軍はついに南京を抑えるまでに勢力を広げていました。そんな時に帰ってきたのが孫文です。事態の急変を聞きつけて帰国した孫文は南京に到着。清から独立した人々により臨時大総統に選ばれます。こうして革命政府は国号を中華民国と定め、孫文のもとに建国を宣言したのです。アジアにおける最初の共和国の誕生でした。ちなみにこの大事件において日本はどのような行動を取ったかというと、統一された行動は取れていませんでした。そもそもこの時点では清と革命軍のどちらが勝つかは分かりません。下手に片方に味方した挙句、その勢力が負けたら大変です。しかしどちらかというと日本は清を支援していました。なぜなら中華民国は反帝国主義的な主張を持っていたため、帝国主義的な考えを持っていた日本にとっては清の方が考えが近かったからです。とはいえ政府は直接支援するというわけではなく、民間会社を通じて支援するという慎重な形式を取りながら国際協調を最優先にし、チャンスがあれば清への影響力を拡大しようと考えていました。このような考えは日本だけではありませんでした。イギリスも清を支援する立場を取っています。このように中華民国は他の国からの支援があまりなかったため、財政難に苦しんでいきます。お金がなければ何もできません。追い詰められた孫文は清に対して声明を発表しました。中華民国は妥協してもいい。しかしそれには条件がある。一つ目が皇帝の退位、二つ目が遠征外の共和制への賛成だ。この条件を飲むなら臨時大総統の地位を遠征外に譲ると言ったのです。遠征外はこの話に乗りました。こうして宣統帝はわずか3年で退位。孫文は辞表を提出し、約束通り遠征外を大総統に推薦します。こうして300年来続いてきた清は滅亡。それは単に一つの王朝が倒れただけでなく、清の始皇帝以来2000年にわたって続いた中国の専制王朝体制の終焉でした。